あ、おばさん、おはようございます。そうです。今日もあいつを起こしに来ました。そうですね。もうすっかり私の仕事みたいになっちゃいましたよね。まあ、おばさんも朝は忙しそうですから、少しくらいお手伝いになればいいんですけど。いえいえ、私はこの通り早起きは得意なので。これじゃあ、あいつを起こすために早起きしてるみたいですけどね。そんな、嫌だったら毎日来ませんよ。なんでなんでしょうね。あいつのこと、やっぱ気になっちゃうんですよ。前からよく遅刻ギリギリに登校することもあるけど、寝坊かと思ったら風邪だったとか、急いで登校してたら自転車とぶつかったとか、あいつのこと一人にしておくと心配になることが多くて。多分あいつに言ったら子供扱いすんなって怒られるんでしょうけど、心配なのは心配なままなんです。おばさんもあいつのこと心配になりますよね。赤ちゃんの時からですか？そりゃそうですよね。でも、羨ましいなあ。あいつが赤ちゃんだった頃。絶対今より純粋でしたよね。ママ、ママーって甘えてたりしてましたよね。うわー、いいなあ。私も甘えられたいです。だってひどいですよ。朝もだいたい勝手に部屋に入ってくんなって言われるし、帰りも教室の前に立ってると恋人みたいで恥ずかしいからやめろって言ってくるんですよ。朝はおばさん公認で起こしてるし、幼馴染なんて恋人みたいなものなんだから別に何の問題もないのに。あと、あいつと話したりとか近づいたりする女の子と注意したら、そんなとこまで口出ししてくるなって怒られちゃいますし。私は悪い女に騙されそうなあいつが心配で言ってやってるのに。てか私がいるって言うのに。どんなに気にかけたところで間違ってもありがとうなんて言ってくれませんもん。おばさんから言ってやってくださいね。礼儀ある人じゃないと社会で嫌われちゃうぞって。ありがとうございます。まあ、あいつがお仕事やっていけないとかなったら私は養うつもりですけど。そうです。私が勉強を頑張るのは、あいつを養えるようないい会社につけるようにってのもあるんです。株とか投資とかお金の勉強もしてますから。うまくいけば在宅であいつにつきっきりっていうのもできたらいいなって思ってるんですけど、こうしておばさんやおじさんに私ならあいつを任せても安心だって言ってもらえるようにいろいろと頑張らないと。もう任せたなんて早いですよ、おばさん。言ってくださるのは嬉しいですけど。でも、任せてください。私、あいつのこと、絶対幸せにしてみせますから。なんて、結婚の挨拶みたいなこと言っちゃってますね、私。息子さんを私にください。なんて。本当の挨拶は、その時ちゃんとさせていただきますから。大丈夫ですよ。他の男なんて興味ないです。私、10年以上あいつ一途でやってるんですからね。もう人生のほとんどです。でもあいつは、ちょっと移り気ありますけど。昔の約束、多分覚えてないんでしょうし。実は私たち、約束したんですよ。10年前の2月25日。向こうの公園で。ほら、あの時、私が親の仕事の都合で引っ越すかもっていう話があったじゃないですか。あいつに会えなくなるかもって言ったら、約束してくれたんです。大人になったら結婚しようって。私、すごく嬉しかったので、今でもはっきり覚えてるんです。結局、引っ越しの話はなしになって、あいつとの関係はまだまだべったりですけど、これも何かの縁だと思ってます。もう運命ですよね。だから本当、
浮気なんて絶対許さないし、そんなのであいつとなんか離れてやんないって思ってますよ。ちょっと失礼なことをお伺いするんですけど、おばさんはおじさんとそういうことってありました？お仕置きとか、良ければ参考にしたいなって。てか、浮気される前からされたことなんて考えちゃいけませんよね。そもそも浮気しないように、私にしか気持ちが向かないようにするのが先ですもん。男性を一筋にさせる方法か。監禁して他の女と物理的に接触させないとかしか思いつかないな。縛り付けすぎても逆に離れやすくなるとも聞きますし。でも自由にしたらやっぱ心配だし。というかまだあいつとは付き合ってもないんですけどね。だってあいつ気づいてもくれないし、惚れさせる方法もわかんないし。え、おばさん、とっておきの方法があるんですか？それ、いいんですか？ちょっと強引すぎるような気もしません？あいつ、確かに妙に責任感というか、真面目なところはありますから、既成事実なんて作っちゃえば手っ取り早いっていうのはわかりますけど。それに、あいつと結婚するなら遅かれ早かれそうなりますし、私だって捧げるつもりです。一応、こっそりあいつのそういう好みとか調べてますし、練習だって一人でしてますから。私は今すぐにでもいいですけど。なんか、おばさんが思ってたよりも乗り気で助かります。で、それ、いわゆる孫の顔が見たいってやつですか？案外ちゃっかりしてますね、おばさん。利害は一致してるので乗っかっちゃいますけど、孫は何人がいいですか？なんちゃって。もうおばさんがその気なら、婚姻届に挙式に同棲に、いろいろと準備も考えないといけませんね。そうだ、婚姻届の承認は、おばさんとおじさんにお願いしてもいいですか？ありがとうございます。あとは、あいつに話をつけるか、強引に認めさせるか、ですね。おばさん、ありがとうございます。いや、もうお母さんでいいですよね。これからたくさんお世話になると思うので、どうかよろしくお願いします。もっと、お話しすぎてあいつを遅刻させるところでした。早く起こしてあげなくちゃ。なんで君がここに？まさか聞こえてたりは。だよね。じゃあ、もう隠す必要はないんだね。あ、な、た。